始めてください。電作官エチカ。電作を開始する。5分でわかるユアフォルマ。脳の縫い糸、通称ユアフォルマ。パンデミックから人々を救った医療技術は今や日常に不可欠な脳侵襲型情報端末へと進化を遂げていた。見たもの、聞いたこと、そして感情までも全てがユアフォルマに記録される世界で、重大犯罪事件の捜査は記録の集合体、記憶にダイブできる特別捜査官、電作官の仕事になっていた。始めよう。電作とは専用のコードで対象者のユアフォルマに接続し記憶を見る行為である。電作を行う電作官とは、ユアフォルマとの親和性やストレス耐性などに適性のある人材のみなることができる特殊な職業である。彼がいなければ私は電作を行えません。電作官は電作終了のタイミングをコントロールできないため補助官を必要とする。補助官の脳には電作官の情報処理能力に比例した負荷がかかる。エチカは史上最年少で電作官になった天才少女だが、その能力が高すぎるゆえに過去に電作補助官を病院送りにしてきた。人間の補助官では私の能力についてこられないのです。そこでエチカには電作補助官としてアミクスと呼ばれるロボットのハロルドがあてがわれることに。ハロルドはアミクスの中でも特別に最新技術を駆使して改良された RF モデルと呼ばれる高性能ロボットである。あなたの冷たそうに見える機械のような人間と人間のようなロボット、正反対のバディで凶悪事件に臨む。物語の始まりは連続襲撃事件の容疑者としてハロルドが疑われたことである。 RF モデルは3体作られた。第一に浮上する容疑者はあいつだ。そんな中、ハロルドの同居人ダリアが襲撃されてしまう。あなたが巻き込まれる可能性も考えるべきでした。ダリア自身が電作を望んでいるのです。始めよう。電作を行うと犯人はハロルドそっくりの顔をしていた。これはどうやら真っ先に話を聞かなければならない人がいるようです。いわば我々 RF モデルの母親、レクシー・ウィロー・カーター博士です。卒業生の誰かがマービンを見つけ出し改造し、自分のナイフで襲わせた。簡単に考えればこうじゃないの？すると容疑者の一人であるマービンの壊れた機体が発見された。ダイバーを使って川の中も捜索中です。はい。ヒエラ、マービンの死体が見つかった以上、ルークラフト補助官に出頭を求めます。君の濡れ衣を晴らして犯人を捕まえる。だから心配しないで。電作官、後のことはよろしくお願いします。事件の解決を決心するエチカだったが、その直後に誘拐されてしまう。そこで見たのはハロルドそっくりの顔を持つ人間だった。エチカ・ヒエダ電作か。エチカを誘拐した犯人はかつてレクシーの下で働いていた研究者ファーマンだった。あなたがマービンを。 RF モデルは危険だ。僕は責任を取る。ファーマンは RF モデルの危険性を公表し、運用を停止させるために行動していた。ハロルドの本当のシステムコードを世界に向けてアップロードする。 RF モデルは他のアミクスとは違い、人間の思考回路に類似したシステムが組み込まれており、思考するロボットだった。しかしその思考は実態がわからない。つまりブラックボックスの範囲があまりに大きすぎる。全てのアミクスに刷り込まれている人間を攻撃しないという敬愛規律は存在しなかった。いずれ人間社会を脅かすかもしれないアミクスを世に出してしまったことを。ハロルドは何の罪もないのに運用停止になるんだよ。情報を公開しようとするファーマンとハロルドを守りたいがためにそれを阻止しようとするレクシーだったが、ハロルドが停止されたら困るだろ。停止。君の心を覗けたらいいのにとつくづく思うよ。私もあなたに潜れたらどんなにいいか。システムコードは私が預かります。 RF モデル関係者連続襲撃事件の容疑者としてあなたを逮捕します。エチカはハロルドを守るためにレクシーに加担する。他人を理解したいと思ったのは君が初めてなんだ。ハロルドが抱える大きな秘密を知ったエチカはどのような選択をしていくのか。でもなんとか歩み寄りたい。我々人間の魂とは核も不思議に出来上がっていて、核もか細い糸で繁栄にあるいは破滅に結びつけられているのです。ハロルドの秘密を抱え不安定になるエチカ。
電作の処理能力にも支障をきたしてしまい、ハロルドとバディを解消することに。そこに新たに現れた電作官ライザの正体とは。テレビアニメ「ユアフォルマ」第5話は4月30日放送。お見逃しなく。